これを録音している今日は2025年4月24日木曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは、日本語の先生、大パニック。どうしたら日本語の先生になれるの？今、これを聞いてくれている人は、日本語の先生がいるかな？日本語の先生と一緒に日本語を勉強してる？それとも一人で勉強しているかな？今日は日本語教師。教師は先生のことね。日本語教師の話なんだけど、去年2024年と今年2025年に日本語教師たちはちょっとパニックだったのね。なぜなら日本の政府が日本語教師の国家資格を作りますって言ったから。国家資格は National Certification Government Certification かな？日本の政府Government が作る資格。国家資格は例えば医者とか弁護士はもちろん国家資格だし、保育士とか美容師とか、こんな風に国家資格はたくさんあるんだけど、日本語教師もこれから国家資格を作りますって政府が言ったの。そしてこれからはその資格がなければ日本語学校で日本語を教えてはいけませんって言ったのね。みんなここで疑問があると思うんだけど、じゃあ今までの日本語教師の資格は何だったの？って。答えは、今までは民間資格だったの。民間は private だから民間資格 private certification しかなかったの。今までは日本語学校で日本語を教えるためにはその民間資格が必要だったってこと。日本語学校だけじゃなくて
オンラインプラットフォーム。オンラインプラットフォーム。私は iTalki っていうプラットフォームを使って日本語を教えているけど、そこでもプロの教師とコミュニティチューターズの違いがあって、私はプロの教師としてそこで日本語を教えている。そういうオンラインプラットフォームでもプロの教師として働いている先生たちはみんなこの民間資格を持っているってこと。この民間資格を取るために私が何をしたかっていうと、この民間資格を取るためにはルートが3つあってね。1つ目は大学で日本語教育を専攻または副専攻すること。大学のメジャーかサブメジャーが日本語教育ってことね。2つ目、日本語教育能力検定試験。長いよね。この試験、テストに合格すること。そして最後、3つ目。日本語教師養成講座420時間コースを受けること。養成は作ること、育てること。日本語教師を育てるコースってことね。この3つのうち1つがあれば日本語学校で働ける。またはオンラインプラットフォームでプロの講師として日本語を教えることができたのね。私はこの中の2つ目と3つ目をして日本語教師になったんだけど、でもこれから国家資格を作りますってなったから、日本語の先生たちは私もそうだけど、みんなパニックだよね。今までの資格だけじゃ日本語学校で働けないの？オンラインでプロの教師として働けないの？って思ったから、それで日本語の先生たちみんなパニックになったの。じゃあどうすれば国家資格が取れるの？って言うと、ここから新しい国家資格の話なんだけど、まず2025年、今年からこのシステムが始まって、資格の名前は登録日本語教員。登録は registration だから、registered Japanese teacher かな。この登録日本語教員っていう国家資格が日本の政府によって作られたの。じゃあ、この登録日本語教員になるためには何が
必要かっていうと、もちろん試験があるんだけど、試験に合格するだけじゃなくて、試験に合格した後、日本語学校で研修しなければならないの。研修はインターンみたいなものかな。インターンをして、やっと登録日本語教員になれる。これ、めっちゃ大変だよね。今、プロの教師として働いている先生たちが、ゼロから登録日本語教員になるの、とっても大変。だから、今、プロの教師として働いている人には、ちゃんと別のルートがあるのね。でも、このルートがとっても複雑なの。同じプロの教師でも試験が必要な人、必要じゃない人、研修、インターンが必要な人、必要じゃない人、いろんなパターンがあるのね。だから、プロの教師たちも、私はどのルートで登録日本語教員になれるの？難しいってなって、もちろん私もそのうちの一人。国家資格ができるって聞いて、なりたい、資格を取りたいって思ったけど、人によってルートが違うから難しくてパニック。日本語教師、日本語の先生たち、みんなちょっと怒ってた。これね、日本語教師が国家資格になるっていうのはとってもいいことだと思うの。日本語教師、当然民間資格よりも国が、日本の政府が認めた国家資格の方がなんかやっぱりしっかりした資格。日本語教師は日本の政府に認められた資格、仕事なんだって思うから、これからもっと若い人たちの中で日本語教師になりたいっていう人が増えるかもしれない。日本語教師が世間的にも、世間的っていうのは社会の中でのみんなの目かな？みんながどう思うかってこと？世間的にも国家資格持っていますって言えることは、やっぱりちょっとおうってなる。まあ当然資格にもよるんだけどね。まあないよりはある方が絶対いいとは思うの。でも今の民間資格を持っているプロの教師の人たちが国家資格を取るためのルートがちょっと複雑だった。複雑すぎた。結局ね、
私は前の民間資格のルート2つ目、日本語教育能力検定試験っていう長い名前の試験に合格していて、さらに日本の政府が認める日本語学校で働いた経験が1年以上あったから、オンラインで講座を受ける、コースを受けるだけで登録日本語教員になれたのね。だから私は国家資格が取れた。登録日本語教員になれたの。やったっていう嬉しい気持ちが 10%。あとの 90% は当たり前だろうっていう気持ち。だってね、私、前の民間資格の日本語教育能力検定試験、この長い名前の試験、めっちゃ大変だったの。4ヶ月くらい一日中勉強してた。1年に1回しかないんだよね、この試験。だからマジで毎日図書館に行って朝から晩まで勉強してやっと合格したの。合格率がね、私の時は 25% くらいだったかな。私が受けた年はもう7年くらい前だけど、とにかく大変だったから、その試験が無駄になったら怒るよ。あんなに勉強して苦労して合格した試験なのに、それでは登録日本語教員になれませんって言われたら怒る。でもね、私の場合は試験に合格して、プラス日本語学校で実際に1年以上働いたから、経験があるから登録日本語教員になれたけど、ない先生もたくさんいるよね。例えば、試験に合格したけど、その後、日本語学校で働かないで、オンラインだけで教えたとか、海外の日本語学校で働いたとか、ボランティアで教えたっていう先生。こういう先生たちはめちゃめちゃ大変。日本語学校で研修、インターンもしなきゃいけないってこと。ちょっとこれはひどすぎるって思った。さらにね、ちょっとこれは私の愚痴だよ。個人的な文句だよ。登録日本語教員になるためにいくらお金が必要だと思う？私の場合、私が払ったお金は全部で27,900円。しかもこれ、まず試験の
受験料5900円。試験受けないんだよ。受けなくていいのに、試験の申し込みはしなきゃいけなくて、なんでって感じなんだけど、まあそれが5900円。そして、オンラインで講義を受けるために、インターンはしなくていいんだけど、オンラインで講義を受けなきゃいけなかったのね。そのオンライン講義が17,600円。そして最後、登録するために4400円。全部合わせて27,900円。高い。高いよ。まあでも、しょうがない。国家資格だからね。払うよ。でもね、そのお金の払い方が、収入印紙っていうものを使って払わなければいけないの。収入印紙って切手みたいな、はがき、カードを送るときにカードに貼る小さいスタンプ、切手。この切手に似ている切手みたいなスタンプ、お金と同じ価値があるスタンプ、収入印紙って言うんだけど、これ日本のコンビニとか郵便局だけで売ってるの。その超レアな収入印紙を買って、それを送らなきゃいけないの。それでお金を払う。さらには送り方も絶対に郵便局から簡易書き留めっていう特別な送り方をしなきゃいけないの。簡易書き留めは、この人は確かに何月何日にこの郵便局からこの場所にこれを送りましたっていう証明がある送り方。ポストとかコンビニからはダメなの。絶対に郵便局から送らなきゃいけない。めっちゃめんどくさい。私はこのために3回、さっき言ったように3回に分けてお金を払ったから、2024年の8月に1回、10月に1回、そして2025年の1月に1回、日本の郵便局に行かなければならなかった。私は今、韓国に住んでいて、まあ私の場合は韓国と日本は近いしね。さらにたまたま日本に一時帰国、日本に帰っている時に郵便局に行くことができたけど、海外に住んでいる先生はめちゃめちゃ難しいよね。なんでオンラインでカードで払えないの？
お金がかかるのはいいよ。3万円ぐらい。高い。高いけど、嫌だけど、まあ、いいよ。しょうがない。国家資格だし。でも、期間を空けて3回も収入印紙を使ってわざわざ郵便局からお金を払わなきゃいけない、送らなきゃいけないってちょっと大変すぎっていう私の愚痴でした。10% は国家資格できてよかった。私、日本語教師の国家資格、登録日本語教員持ってますって言える。嬉しい。でも、90% はめんどくさっていう気持ち。まあね、しょうがないよね。なんでも最初に始めるときは大変だよね。何かを変えるとき、何かが変わるときはいつも大変だよね。うん、しょうがない。そんな感じでね、私はとってもめんどくさい手続き、プロセスをして日本語教師の国家資格を取りましたっていう話。もし今これを聞いているみんなが日本語の先生に日本語を教えてもらっていたら、その先生にぜひ聞いてみて。先生は大丈夫でしたかって。大変でしたね。大変ですねって言ってあげてほしい。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。